皆様、こんにちは。私は、2500年前、領寿戦にて、釈尊が法を説いたその場に居合わせた弟子の一人です。本日は、妙法蓮華経観世音菩薩符文本第25をお届けいたします。まず、本日の章に登場する、観世音菩薩ですが、皆様もご存知の通り、私たち日本人の間で最も馴染み深く、最も親しまれてきた菩薩であると言えるでしょう。その源となるのが、まさに本日の符文本であります。観世音菩薩はいかなる姿にも変化し、あらゆる世界に現れて、人々を救う、このような圧倒的な慈悲と人数の働きが、この章で説かれます。また本日の章は、観音経としても知られ、ただ観世音菩薩の名を唱えるだけで救われるという、一見、シンプルでありながらも、信心の確信に迫る、非常に深い教えが込められた章であります。この章を通じて、観世音菩薩の限りない慈悲と、そこに説かれる、釈尊の深い真意を感じ取ることができるでしょう。本日も、どうぞ最後までお付き合いください。その時、無尽に菩薩は、すぐに座を立ち、うやうやしく、礼を尽くすために、右の肩をあらわにし、合掌して、釈迦牟尼仏の方へと向かい、このように申し上げました。世尊よ、観世音菩薩という名前には、いかなる因縁があるのでしょうか。なぜ、そのように、観世音と呼ばれるのか、その由来をお聞かせ願えますか。すると、釈迦牟尼仏は、無尽に菩薩に、お答えになりました。良き者よ、もし無量なる百、千、万、億という、数えきれないほどの衆生たちがいて、様々な苦しみや悩みに襲われていたとしても、その者たちが、この観世音菩薩の名を耳にして、一心にその名を唱えるだけで、観世音菩薩は、すぐさまその声を聞き止めて、すべての者たちを、その苦しみから解き放ち、救いへと導くであろう。また、もし誰かが、この観世音菩薩の名を、常に意識した生活を送っているならば、たとえ大いなる炎に襲われたとしても、その炎は、その身を焼くことはできぬであろう。それは、この観世音菩薩の持つ、威信なる力と、加護によるものであるのだ。また、たとえ荒れ狂う、大水に襲われたとしても、観世音菩薩の名を唱えるだけで、直ちに流れは和らぎ、浅瀬にたどり着くであろう。また、もし、百、千、万、億という、数えきれぬ衆生が、金、銀、瑠璃、シャコ、メノウ、サンゴ、琥珀、真珠などの宝を求めて大海に漕ぎ出したとしよう。そこで、たとえ、国風が激しく船を吹きつけ、羅刹期の国へと漂流してしまうこともあろう。だが、その中に、もし一人でも、観世音菩薩の名を唱える者がいれば、襲われたすべての者たちは、羅刹の難から離れ、救われるであろう。このように、この世の衆生たちの苦しみの音を見て、聞き届ける者という因縁によって、観世音と名付けられているのだ。また、もし誰かが危険にさらされそうな時、その者が、観世音菩薩の名を唱えれば、攻めてくる刀や棍棒は次々と壊れ、その者は無事に解放され、救われるであろう。もし、三千大千国土という、この宇宙全体に満ちている夜叉や羅刹といった悪鬼たちが、人々を悩み苦しめようと襲いかかってきたとしても、その襲われた者たちが、観世音菩薩の名を唱えるのを聞けば、これらの悪鬼たちは、目を見開いても、そのものを見ることはできぬであろう。ましてや、害を加えることなどもできぬのだ。たとえ誰かが罪を犯していようと、もしくは罪もなく、冤罪のものであろうと、もしも、その身に鎖や檻がかけられて縛られたとしても、観世音菩薩の名を唱えれば、すべての縄や鎖はたちまち壊れ、そのものは、すぐに自由となり、救われるであろう。また、三千大千国土に満ちる御敵がいたとしても、一人の商いをする主が多くの商人たちを連れて貴重な宝を携えて危険な道を渡ろうとしているとしよう。その中に一人の者がこう唱えることがある。多くの者たちよ、恐れることはない。お前たちは心を込めてただひたすらに
観世音菩薩の名を唱えるのだ。この観世音菩薩は、恐れを取り除く力で、私たちを助けてくださる。お前たちが、もし観世音菩薩の名を唱えれば、この恩敵たちから必ず救ってくださるのだ。そして、多くの商人たちが、これを聞いて、共に声を合わせて、南無観世音菩薩と唱えたとしよう。その名を唱えることによって、すぐに救われるのだ。無尽によ、観世音菩薩摩訶薩の威信の力は、このように偉大であるのだ。もし多くの人々の中で、欲望が強く多いものであれば、常に、観世音菩薩を心に念じ、敬えば、その欲望から離れることができるであろう。もし怒りの心が強く多いものであれば、同じく観世音菩薩を念じて敬えば、すぐにその怒りの心から離れることができるであろう。もし自身が無知で愚かで、迷いが深いものであれば、観世音菩薩を念じて敬うことで、その愚かさや迷いから解放されるであろう。無尽によ、観世音菩薩には、このような大いなる威信の力があり、多くの人々に利益をもたらしているのだ。だからこそ、悩み苦しむ、多くの者たちは、常に、心の中で、観世音菩薩を敬い念じて唱えるべきなのだ。もし、女人がいて、立派な男子を授かりたいと願うならば、観世音菩薩を敬い、供養し、心から礼拝すれば、すぐに福徳と知恵を備えた男子を授かるであろう。また、もし美しく徳ある、女子を望むのであれば、すぐに、姿形が整い、そうも美しく、人々から愛され、敬われるような、女子を授かるであろう。無尽によ、観世音菩薩には、このような、不思議な力が備わっているのだ。もし人々が、観世音菩薩を敬い、心から礼拝するならば、そのものの得る福徳は、決して無駄になることはないのだ。だからこそ、人々は皆、この観世音菩薩の名を大切に受け持ち、常に心に念じて敬うべきなのだ。無尽によ、もし、ある人が、62億ものガンジス川の砂の数ほどの、菩薩の名を心から信じて、さらにその身を尽くしてまで、飲食や衣服、寝具、薬などを供養したとしよう。無尽によ、そなたはどう思うか。この良き者たちが得る功徳は、多いであろうか。それとも少ないであろうか。無尽に菩薩は、申し上げました。それは、誠に計り知れぬほど、多大なる功徳であると存じます。節尊よ。すると、釈迦牟尼仏は、こう語られました。もし、また別の者がいて、観世音菩薩の名を心から信じ、たとえ、ほんの短いひとときであっても、深く、礼拝し、供養したとしよう。その場合であっても、先ほど伝えた、観世音菩薩に、身を尽くして、物を捧げて、供養をしたものと、その功徳の大きさは、全く同じであり、何の違いもないのだ。その福徳は、100、1000、万、億号という、計り知れぬほどの時間をかけても、決して尽きることはないであろう。無尽によ、だからこそ観世音菩薩の名を心から信じれば、このように計り知れぬ、無量なる、無限の福徳の利益を手にするのだ。すると、無尽に菩薩は、釈迦牟尼仏にお尋ねしました。世尊よ、この観世音菩薩は、いかなる方法によってこのシャバ世界に現れ、いかにして、衆生のために法を説いておられるのでしょうか。また、その救いの方便とは、どのようなものなのでしょうか。すると、釈迦牟尼仏は、無尽に菩薩にこう告げられました。よいか、無尽によ。もし、ある国土の衆生たちが、仏の姿によって導かれるべき存在であれば、観世音菩薩は、すぐに、仏の姿となって、そのもののために教えを説き、また、白紙仏の姿によってこそ導かれるべきものであれば、観世音菩薩は、白紙仏の姿となって、教えを説き、仏の教えを聞いて、悟りに至る正門の姿によってこそ、救われる者がいれば、正門の姿となって、教えを説き、もし、その者が、梵天の有の姿によってこそ心を開くのであれば、観世音菩薩は、梵天の有の姿となって、その者に応じた教えを説き、
もし、帝釈天の姿によってこそ導かれる者がいれば、観世音菩薩は、帝釈天の姿となって、その者のために教えを説き、もし自在天の姿によって心を開く者がいれば、観世音菩薩は、自在天の姿となって教えを説き、大自在天の姿によって救われるべき者には、観世音菩薩は、その姿となって教えを説き、天界の大将軍の姿によってこそ心を動かされる者がいれば、観世音菩薩は、大将軍の姿となって現れ、教えを説き、毘沙門天の姿によってこそ導かれる者がいるならば、観世音菩薩は、毘沙門天の姿となって教えを説き、聖王の姿によってこそ導かれるならば、観世音菩薩は、聖王の姿となって教えを説き、長者の姿でこそ心を開く者には、観世音菩薩は、長者として現れて、導きの教えを説き、孤児の姿によってこそ得度する者には、観世音菩薩は、その姿となって、教えを説き、祭観の姿によって導かれる者には、観世音菩薩は、祭観の姿となって、教えを説き、バラモンによって心が動かされる者には、観世音菩薩は、バラモンの姿をとって、教えを説き、出家する者や在家の者の姿によってこそ、導かれるのであれば、観世音菩薩は、そのそれぞれの姿となって、教えを説き、長者や孤児、祭観やバラモンの女人の姿によって心が開かれる者がいれば、観世音菩薩は、その女人の姿となって、教えを説き、まだ幼く純真な子供たちの姿によってこそ、心が導かれる者がいるならば、観世音菩薩は、その幼き姿となって、教えを説き、天界の神々や、竜、夜叉、剣脱馬、アシュラ、カルラ、キンマラ、マゴラが、そして人間や、霊や妖精といった非人の存在など、それぞれの姿によってこそ救われる者がいるのであれば、観世音菩薩は、まさにその姿となって、そのものに応じた教えを説き、また、もし、主金剛神の姿によってこそ導かれる者がいれば、観世音菩薩は、まさにその金剛の守護神となって現れ、そのものにふさわしい教えを説かれるのだ。無尽によ、この観世音菩薩は、このようにすべての功徳を備えられ、ありとあらゆる姿をとって、あらゆる多くの世界を巡り歩き、すべての衆生を、その苦しみから救い、導いてくださるのだ。だからこそ、そなたたちよ、ただ心を一つにして、観世音菩薩を深く供養するのだ。この観世音菩薩摩訶薩は、恐ろしい困難の、ただ中にあっても、衆生に恐れを取り除く力を惜しみなく施すであろう。だからこそ、このシャバ世界では、皆、こぞって、観世音菩薩を、セムイシャと称えておるのだ。すると、無尽に菩薩は、釈迦牟尼仏に、こう申し上げました。世尊よ、私は、今まさに観世音菩薩を供養いたしましょう。そして、首にかけている宝珠の要楽をほどき、その価値は、百千両の黄金にも匹敵するほどのものを解き放ち、この宝珠の要楽を供養しようと願い、観世音菩薩に、こう申し上げました。どうか、この法の施しとしての、珍しい宝の要楽を、お受けくださいませ。すると、観世音菩薩はその要楽を受け取ろうとはしませんでした。そして、無尽に菩薩は、もう一度、観世音菩薩に申し上げました。お慈悲深き方よ、どうか、私たちを憐れみくださり、この要楽を、お受けなさってくださいませ。その時、釈迦牟尼仏は、観世音菩薩に、お告げになりました。この無尽に菩薩、そして多くの刺繍たち、さらには、天や竜、夜叉、剣脱馬、アシュラ、カルラ、キンマラ、マゴラが、そして、人、霊的な存在の否認など、すべての衆生を憐れみたまう心から、どうかこの要楽を、お受け取りするがよい。すると、観世音菩薩は、多くの刺繍たちをはじめ、天や竜、人、また人ではない霊的な存在などすべての衆生を、憐れみ、この要楽を受け取られ、そして、その要楽を二つに分け、一つは、釈迦牟尼仏に奉り、もう一つは、他方如来の塔に捧げました。
無尽によ、観世音菩薩は、このように自在の神通力を持ち、この娑婆世界を遊行しながら、衆生を救っておられるのだ。と、釈迦牟尼仏は、無尽に菩薩に告げられました。その時、無尽に菩薩は、下によって、釈迦牟尼仏に問いかけました。世尊よ、あなたは、尊き妙なる姿を備えられたお方でございます。ここに、もう一度、重ねてお尋ねいたします。観世音菩薩は、いかなる因縁によって、そのように、観世音と名付けられるのでしょうか。尊き妙なる姿を備えた釈迦牟尼仏は、下の形で、無尽に菩薩にこうお答えになりました。そなたよ、観世音菩薩の行いをよく聞くがよい。観世音菩薩は、様々な世界のありと、あらゆる場所に応じて、自在に姿を現しておるのだ。その誓いの深さは、まるで大海のようである。たとえどれだけの時間を超えても、計り知ることはできぬであろう。観世音菩薩は、多くの千、億といった、数えきれぬほど多くの仏たちにお仕えし、この上なく清らかな大いなる願いを起こしているのだ。今、私は、そなたのために、その一端を略して説いておこう。もし観世音菩薩の名を耳にし、その姿を思い浮かべ、心から、観世音菩薩を念じれば、決して虚しく終わることはなく、あらゆる苦しみを、必ずや取り除くであろう。それは、たとえ、誰かが、害の心を抱いて、大いに燃え盛る、炎の穴へ突き落とされたとしても、この者が、観世音菩薩の力を念じれば、その炎の穴は、たちまち清らかな池へと変わるであろう。あるいは、もし誰かが荒れ狂う大海に流され、竜や魚、恐ろしい鬼たちに襲われそうになったとしても、この者が、観世音菩薩の力を念じれば、大きな波さえも消し去ることができるであろう。あるいは、そびえ立つ須弥山の頂で誰かに突き落とされたとしても、この者が、観世音菩薩の力を念じれば、太陽のように宙に浮かび、虚空に留まることができるであろう。あるいは、悪人に追われ、金剛山の断崖から落ちそうになっても、この者が、観世音菩薩の力を念じれば、髪の毛一本すら傷つけることはできぬであろう。あるいは、敵意に満ちた盗賊たちに取り囲まれ、その者たちが、剣や刀を振りかざして襲ってきたとしても、この者が、観世音菩薩の力を念じれば、彼らの心に、慈しみが芽生え、害を加える気を起こすことはないであろう。あるいは、王の迫害に遭い、処刑されそうになって、命を終えそうになったとしても、この者が、観世音菩薩の力を念じれば、刀や槍は次々と壊れ去るであろう。あるいは、枷や鎖で縛られ、手足に鉄の檻をはめられたとしても、この者が、観世音菩薩の力を念じれば、たちまち解放されて自由になることができるであろう。もし、呪いの言葉や毒薬で体を害されそうになっても、この者が、観世音菩薩の力を念じれば、その呪いは逆に呪いをかけた本人へと帰っていくであろう。あるいは、悪しき羅刹や毒竜、多くの鬼たちに遭遇しても、この者が、観世音菩薩の力を念じれば、その時その時に、彼らは決して害を加えようとはせぬであろう。もし猛獣たちに囲まれて、鋭い牙や爪に脅かされても、この者が、観世音菩薩の力を念じれば、その瞬間に、無限の彼方へと逃げ去っていくであろう。蛇やマムシ、またサソリのような毒を持つ生き物や、煙や火が燃え盛るような状況でも、この者が、観世音菩薩の力を念じれば、声が届くだけで自ら振り返り去るであろう。また、雷鳴と稲妻が轟き、雹や大雨が降り注いだとしても、この者が、観世音菩薩の力を念じれば、その時々に応じて、これらを消し去ることができるであろう。衆生が、困難や苦しみに遭い、無量なる苦しみが身に迫る時、観世音菩薩の妙なる知恵の力によって、この世の、あらゆる苦しみを救い出す。神通の力を備え、広く知恵の方便を収めており、十方の多くの世界において、その姿を表さない場所は一つもない。
あらゆる多くの悪しき世界、地獄や鬼、畜生の苦しみ、生老病死の苦悩さえも、ついにはすべて消し去るのである。観世音菩薩には、真実を見る知恵の目、神観、清らかなる目、清浄観、広大な知恵を示す目、広大知恵観、深い悲しみの目、悲観、慈しみの目、時間があり、衆生たちは、常に観世音菩薩に願いをかけ、その慈悲深い姿を仰ぎ敬うべきである。観世音菩薩の放つ光は、全く汚れなく、清らかで、澄み切った光であり、その知恵の光は、まるで太陽のように、あらゆる無知の闇を破り去る。災いや苦しみの風や火をも沈め、世の中すべてを、等しく明るく照らしているのだ。その姿は、悲しみを慈しみに変える力を持ち、戒めの力は、雷のように震え渡り、慈しみの心は、絶えなる大空を覆う雲のように満ちており、まさに甘露のごとく法の雨を降り注がせ、衆生たちの煩悩の炎を消し去るのだ。もし、争いや訴訟に巻き込まれて、官庁をさまよい、あるいは戦の陣中で、命の危機に怯えていたとしても、この者が、観世音菩薩の力を念じれば、多くの怒りや憎しみは、皆ことごとく消え去るであろう。観世音菩薩のその声は、実に妙なる響きであり、それは、梵天の清らかな声のようであり、また、深く広がる大海の波のような、潮の音のようであり、この世に響く、あらゆる音よりも、はるかに優れているのだ。だからこそ、衆生たちは常にこの観世音菩薩を心に念じ、忘れてはならぬのだ。心の中で、どんな時も疑いの気を起こしてはならぬのだ。観世音菩薩は清らかにして、聖なる存在であり、苦しみや悩み、死に直面する厄難の時において、衆生たちの確かな拠り所となるのだ。すべての功徳を備えており、慈しみの眼差しで、すべての衆生を見守っておる。また、福徳の集まりは、まるで海のように無限である。だからこそ、衆生たちは、頭を垂れて、心から敬い、観世音菩薩を礼拝すべきなのだ。と、釈迦牟尼仏は、下の形で、無尽に菩薩に、お答えになりました。その時、時々菩薩は、すぐに、座から立ち上がり、釈迦牟尼仏の前に進み出て、こう申し上げました。世尊よ、もし衆生の誰かが、この観世音菩薩本にある、自在の号、すなわち、どんな困難にも自由自在に対応し、救いの手を差し伸べる働きや、不問次元の神通力、すなわち、あらゆる世界に姿を変えて現れ、苦しむ者を助ける不思議な力を聞いたなら、その者の得る功徳は、計り知れぬものとなることでしょう。すると、釈迦牟尼仏がこの観世音菩薩不問本を説かれたとき、その法会に集まった84000もの衆生たちは、皆平等に、最高の悟りである、あの九多羅三が脈三菩提の心を起こしました。こうして、この尊き章は、静かに幕を閉じました。いかがだったでしょうか。本日の妙法蓮華経観世音菩薩不問本第25では、観世音菩薩が苦しみの中にある人々に応じて、自在に姿を変え、あらゆる世界に現れて、救済を施される限りない慈悲と神通の働きが説かれました。前々回の薬王菩薩本事本では、信じ抜く心の強さが、どれほど大きな功徳をもたらすかが示され、また、前回の妙音菩薩本では、法を伝える際、相手に寄り添い、柔らかな心を持って応じることの大切さが語られました。そして今回の、この観世音菩薩不問本では、その信心と入難な姿勢を持った私たちに対して、観世音菩薩の功徳と力が惜しみなく注がれることが説かれました。どんな場所でも、どんな相手に対しても、どんな苦境にあっても、観世音菩薩は、その名を呼ぶ声に応じて、即座に、救いの手を差し伸べてくださる。それが、自在の号と、不問次元の神通力なのです。しかも釈尊は、その救いの方法として、ただ観世音菩薩の名を唱えるだけでよい。
と説かれ、あまりにも簡単に思えるこの行いに私たちはつい疑念を抱いてしまいがちです。けれども、その単純さの中にこそ深い慈悲の真理を宿しており、それを信じ抜く者にのみ開かれる真実の扉があるのです。また釈尊はこの章において供養の本質にも触れています。それはただ物を捧げることではなく、仏を深く敬い、心から信じるという真の姿勢そのものが最も尊い供養であると示されています。こうした観世音菩薩の働きを身をもって称されたのが、私たち法華経を信じる者にとって深いゆかりのある日蓮御上人であります。御上人は辰野口法難という極限の場において観世音菩薩不問本を読唱し、命を懸けてこの章の真実を示してくださったことは有名な話でもありますが、その御上人の信念は現代を生きる私たちにとっても大きな励ましと確信となるものであります。観世音菩薩がいかなる姿にも応じて現れる自在の業、いかなる世界にも法を示す不問次元の神通力。私たちもこの不問本の教えをしっかりと心に受け止め、釈尊が説かれた一仏上の道を歩む者として観世音菩薩の功徳と慈悲をいただきながら、私たち自身がその知恵と神通力をもってこの尊き一仏上の教えを身近な方々へと伝えていく、そんな菩薩の歩みを共に実践して参りたく願います。それでは本日の動画はここまでです。今回は妙法蓮華経の観世音菩薩不問本第25についてお話ししました。次回はダラニ本第26の深い教えについてお話しします。もしこの動画が皆様の心に響いたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただき、この動画をあなたの周りの方にお勧めされることも、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。皆様の感想もコメントでお寄せください。次回も釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それではまたお会いしましょう。南無妙法蓮華経。